中骨の上を包丁を走らせますと。頭を右、尻尾を左に向けて、気温が低ければ長めに。小肌のさばき方ということで、今日は小肌をさばいて、おつまみを作ろうかと思いますと。さばくときは腹開きという開き方をするので、腹開きのやり方と冬の小肌で大きめでね、結構脂が乗っているので、脂が強い時のね、塩加減、酢加減なんかも紹介できたらなと。その辺をね、中心に今日は動画を撮ろうかと思いますと。最初に、ヒレと鱗を落として、頭と尻尾とお腹のラインを落として、それから開いていきますと。鱗をね、落とす時に、どうしてもね、この背中のラインだとか、あとこのヒレの際、尾びれだとか、腹びれ、胸びれの際にどうしても鱗が残りやすいので、そこにね、鱗を残すと仕上がりがね、どうしてもまばらになってしまうので、鱗を落とす際はその点注意して、頭と尻尾を落としたらお腹を落としますと。お腹を落とす時はこのね、尻びれも一緒に落とすって方もいるんですけど、僕はこのね、魚のへそのラインに沿ってこの辺りでね、お腹を落としますと。ここまで落としたら今度ね、ここに内臓がどうしても残るので、内臓をね、左手の親指でこうかき出して、それから薄いね、塩水に放ちます。普段魚ってこのへそからね、こういった形で包丁を入れて、ここのね、身を残すと思うんですけれど、小肌ってこのあばら骨がこのね、肉のね、真ん中あたりまで食い込んじゃってるんですよ。このね、へそからこう開いたところであばら骨をかくときにね、どっちにしろここの肉はね、そぎ落とすことになるので、こんな感じでね、直線に落としてしまいますと。若干ね、もったいなく感じるかもしれないんですけれど、これはね、残したところでどっちにしろ身を使い切れないと思いますんで、直線に落としてしまいますと。小肌というのは、実は出世魚でして、小さい順からね、新子、小肌、中積み、この白と、だんだん大きくなっていくんですけれど、正直ね、この大きさ、これぐらいのね、手のひらサイズの大きさの小肌は、これはね、正確には中積みって呼ばれる大きさなんですけれど、ただね、新子は新子として流通して、小肌は小肌として流通するんですけれど、中積みの場合はね、大体ね、どの飲食店でも小肌として商品になっている場合が多くて、でこの白まで行くとね、この白っていう名前で多分商品になると思うんですけれど、その中積みっていうね、これぐらいの大きさの場合は、大抵ね、どこのお店でも小肌として商品化されてる場合が多いですかね。中積みっていうね、名前はほとんど聞いたことがないと思うんですけれど、正確にはね、この大きさは中積みと呼ばれるサイズですと。内臓をかき出したら、ここでね、一旦まな板を洗って、お腹の中にこう血合いが残っているので、血合いをね、さっとかき出して、水洗いしますと。水洗いしたら、ここからね、腹開きにしていくんですけど、腹開きにするときはね、頭を右、尻尾を左に向けて、中骨の上を、包丁をね、沿わせて開いていきますと。慣れればそこまで難しいことはないんですけれど、コツとしては、ここね、包丁入れた際に、この包丁の切っ先をね、この人差し指で、この小肌の背中側の皮を1枚通して、今包丁がこの位置にいるなっていうのを感じながら、開いていくと、比較的ね、スムーズに開けるんじゃないかなと。片側が開けたら、中骨をね、まな板に当てて、今度逆ですよね。この中骨の上を、包丁を走らせますと。中骨が
抜けるかと思うので、中骨が抜けたら、あとはねこのあばら骨をこうすいていくだけですと。まあ僕はねこれ頭を上に向けてこのあばら骨すいちゃうんですけれど、人によってはねこれねこっちの向きでこうすいた方がやりやすいっていう方もいたりはしますかね。基本的にねこっち側の動きってね人間ってしづらいんですよ。こっち側はね比較的簡単なんですけど、だからねどうしても初めのうちはこうすいてで反転させてこうすきたくなるんですけど、小肌ってね基本的に飲食店で仕込む場合は結構な量を仕込むので、このねいちいち反転させてると結構ね時間に追われるんで、それはね意外と現場で怒られたりしますかね。あとねここのね背びれにくっついている骨がこうあるんですけど、ここの骨をねこの中骨と一緒に抜く人もいるんですけれど、僕はねここの骨ね同時に抜けないので、最後にねこう落とすようにしてますかね。人によってはこの骨抜かずに締めた後にね、取るなんて方もいたりするので、好みで調整してくださいと。マグロはもちろんなんですけれど、小肌もね当然ながら江戸前寿司のね看板となる商品なので、お寿司屋さんなんかはね結構小肌にうるさかったりして、意外と腹開き自体は難しくないんですけれど、みんなが親方に注意されるのはこの腹骨のねすき方というか、腹骨をねこれどうしても最初のうちはすきすぎてしまうというかね、だからここのあばら骨の終わりですよね、ここの際の肉をこうねしっかりと厚く残すようにと怒られるっていうのは多分ね寿司職人の皆さんなら一度は経験したことあるんじゃないかなと。あんまり口うるさいのもどうかと思いますけど、そういうねこだわりを持ってる人のお寿司は食べてみたいなと思ったりしますかね。僕なんかは小肌のね産地として多いのは、江戸前、東京湾はもちろん熊本の天草だとか、あと九州の佐賀だとか、その辺がね市場ではよく見かけますかね。小肌って結構九州が名産地だとは思うんですけれど、意外とね九州の方って小肌食べないんですよね。九州産の小肌のほとんどは多分東京に流れ着いて、東京の寿司屋さん買っていくと。小肌さばけたらここから塩をして、締めていきますと。塩をね振るときは先に皮目を上に並べて、で全体に均一になるように塩を振れば良いのではないかと思いますので、塩加減がまたこの小肌を締める際のポイントではあるんですけれど、これは基本的にね、ざっくりと説明すると、当然ながらね大きければ大きいほど塩は多く振らなければならないですし、魚の脂が強いほど塩は多めに振りますと。このね塩を振ってから何分か置くじゃないですか。この時間っていうのは基本的にはね、気温が高いところなら短め、気温が低ければ長めに時間を置いてください。これはね当然ながら大きければ塩が回りづらいですし、油が強ければ塩が回りづらいですし、あとね気温が低いと塩の回りがどうしても遅くなると。気温が高いと逆にね塩の回りが早いので、その辺ね経験で今日は塩多めでちょっと短めにしてみようとか、塩少なめで長くしてみようとかね、何度も挑戦して好みの味を見つけるのがいいんじゃないでしょうかと。お寿司にする場合なんかはねシャリの味とも関係してくるんで、もう何が正解ですっていうのは言い切れないんですけれど、ざっくりとしたね目安を言うと、このぐらいの大きさの小肌で、これぐらい塩をして、だいたいね30分から50分の間、だいぶ幅がありますけど、そのぐらいで収めるお寿司屋さんが多いのではないかと思いますかね。塩の入り方は分からなくても、
このね、時間の経過とともに、この、裏とか表見て、水分の抜け方は目視できるじゃないですか。30分とか経ったら、5分ごととかで皮目の状態だとか、この身の状態を見れば、今回これぐらい抜けたなとか、今回水分の抜けが悪いなとか、そういうのはね、何度かやれば、見た目で判断がつくようになると思うので、それを目安にね、あとはひたすら食べて味を覚えちゃうっていうのが一番の近道かななんて思ったりもしますかね。このままね、30分程度置いておこうかと思います。40分ほど経ちまして、皮目を見た感じとこの手で触った感じでね、締まってるなみたいな、しっかり水分抜けたなと思ったタイミングで、水洗いします。なんとなく僕の感覚なんですけれど、このね、皮の見た目だと、もう少しね、水分を抜きたいかなと。今回はここからね、あと5分ほどね、置いて、そこから塩洗い流して、お酢につけようかと思いますと。追加のね、時間経ちまして、見た目にはね、ほとんど差はないと思うんですけれど、触った感じが微妙に違うんですよ。このぐらいかなと。自分のね、納得いく加減に、水分が抜けましたら、これを一旦ね、水洗いしますと。水洗いしただけだとおそらくね、この表面のぬめりが全然ね、落ちきっていなくて、ちょっとぬるっとした感覚があるかと思うので、お酢につける前にね、この酢洗いといって軽くお酢を加えた水で一旦ね、小肌を洗います。そうするとこの表面のぬめりがね、しっかりと落ちますんで、この表面のぬめりをしっかりと落としてから、一度ね、ざるにあげてしっかりと水気を切りますと。この水気が切れてから、お酢に漬け込んでいきますと。このまま5分ほど置いて、こうね、多少縦にして周りの水気を切りますと。5分経ちましたら、ここからね、お酢に漬け込んでいきます。使うお酢はほんと好みによってなんですけれど、小肌がね、小さければね、普通の米酢、透明なね、さっぱりとしたお酢でも美味しいと思いますし、ある程度ね、こういった大きさもあって油も乗っているような場合は、この赤酢、酒粕でね作ったちょっとコクのあるこういう色のついたね、お酢を使っても美味しいのかなと思ったりしますかね。これもね、大きさ次第なんですけれど、僕の場合は、だいたいね、このぐらいの大きさでしたら、30分程度を目安に漬け込みますと。人によってはね、ここでね、この皮目と皮目を合わせてこういった状態で漬け込んだりもするんですけれど、僕はね、これね、結局は皮目と皮目合わせてもこの間にお酢が回ってくんで、そこまで関係ないのかなと思っているので、浸かり具合を見てお酢からあげてということで、このまま、お酢に漬け込みますと。お酢につけてね、全体にうっすらと身がね白くなってきたら、お酢からあげればいいんじゃないかなと。こればっかりはね、もう本当に感覚仕事なので、明確にね何分とは言い切れないんですけれど、お酢からあげたらね、こんな感じで折りたたんでボウルに貼り付けて、このままね24時間程度冷蔵庫で寝かせてから食べればいいんではないかと。お酢から揚げたばかりだと表面はお酢で使ってるんですけど、全然ね中はまだまだ生の状態で、このまま食べてもね骨も硬いし身の生臭さも残っているしと、必ずね、冷蔵庫で少なくとも半日は置いてから食べた方が美味しいかなと。その点だけね参考にしてみてくださいと。酢から揚げて2日ほど経ちましたと。2日ほど経つとね、この表面もだいぶね白くなって全体に酢が回って骨も柔らかくなっているはずですんで、
あとは食べるだけですと。普通に切ってわさびとお醤油で食べても十分に美味しいんですけれど、今回はね、真ん中の硬い骨だけ外して、これきゅうりですね。きゅうりとみょうがを使って、おつまみを作ろうかと思います。普通に細かく切って和えるだけでもいいですし、今回はね、こんな感じでみょうがは細く刻んで軽く水にさらしまして、これは軽く水で洗って、こういった形で、薄くスライスして刻みますと。きゅうりはねそのままでもいいんですけれど、もしねこのウリっぽい青臭さが苦手だったら軽く塩を振って、時間が経つとね水分が表面に浮いてくると思うので、ペーパーか何かで、しっかりと拭き取って、これからねこの小肌とみょうがときゅうりを、海苔で巻いておつまみにしようかと思います。海苔用意して、であとはね小肌を並べてと、たまたま今回は海苔の幅と一緒なのでそのまま使っちゃいますけど、もしね海苔と幅が合わなかったら小肌を切るなり海苔を切るなりして、長さね調節していただいてと。で当然ね頭と尻尾でこう隙間ができるので、もしねこういう隙間ができたらね小肌、細かく切って、その隙間を埋めるようにこうね並べていきますと。並べた中にみょうがときゅうりを真ん中に芯として入れて、あとはこれを巻き込むだけと。これねどっちにしろ小肌の水分で海苔が縮んで、ここね勝手にくっつくんですけど、気になるようならここね、ご飯粒か何かくっつけて、接着剤代わりに使ってくださいと。あとは切って食べるだけですよと。でこれね6等分にしてもいいですし、僕はねある程度食べ応えがあった方が好きなので、4等分でね、今回は盛り付けようかと思いますと。あとはわさびを添えてもいいですし、柑橘すだちなんかももちろん合いますし、風味が欲しかったら、柚子を刻んで添えてもいいのかなと思いますので、この辺お好みでお召し上がりくださいと。はい、ということで、小肌の締め方、おつまみの作り方でした。以上です。